日本全国のガソリンスタンドで今この瞬間も値札が書き換えられているのだ。中東で起きているある出来事が日本のエネルギーの動脈を直撃しているのだ。ホルムズ海峡が封鎖されたら日本は半年でガス欠になるという試算があるのだ。果たして今何が起きているのか。ずんだもん先輩、ホルムズ海峡って聞いたことあるけど、それって本当に日本に関係あるんですか？なんか遠い話に聞こえて。遠い話どころか、日本で使われる原油の約 88% がホルムズ海峡を通過しているのだ。つまりあそこが塞がれたら、日本の工場も車も暖房も全部止まるのだ。今日はイランと中東で今まさに起きていることを整理しながら、日本のエネルギーの未来に何が起きるのか、一緒に考えてみるのだ。88% ってほぼ全部じゃないですか。それが止まったら日本終わりじゃ。そもそも中東で今何が起きてるんですか？ちゃんと教えてほしいです。まず現状から整理するのだ。2026年3月21日、イランのナタンズ核施設が米国とイスラエルの攻撃を受けたのだ。ナタンズはイランの核開発の中枢で、テヘランから南東220キロに位置するイランの原子力エネルギー機関によると放射性物質の漏出はないとしているが、施設の大部分が損傷しているのだ。さらに同じ日、イランは反撃に出たのだ。インド洋のほぼ真ん中にある米英共同軍事基地、ディエゴ・ガルシア島に向けて弾道ミサイル2発を発射したのだ。ここは本土からほぼ4000キロも離れた場所なのだ。ミサイルは着弾しなかったが、これはイランが、我々にはこれほどの射程がある、と世界に向けて見せつけたメッセージなのだ。4000キロ先にミサイルが届くって、でもずんだもん先輩、これってどうしてここまでエスカレートしたんですか？イスラエルとイランが仲悪いのは分かってるけど、今回の発端が知りたいです。この対立は実は何十年もかけて積み上がってきた構造問題なのだ。まず表面の原因から話すと、イランがホルムズ海峡を通過するタンカーを攻撃、妨害し始めたことが直接の引き金なのだ。これに対してイスラエルが空爆を開始し、米国が加わって戦闘が始まったのだ。そして今週、状況は核施設への攻撃にまで発展したのだ。でも、もっと深く掘り下げると、これは核開発をめぐる20年以上の攻防なのだ。2003年にイランの核開発が発覚して以来、制裁と解除を繰り返し、交渉と決裂を繰り返してきた。2015年のイラン核合意も、2018年にトランプ大統領が離脱したことで崩壊した。そして2026年、またトランプ政権の下で軍事行動に踏み切ったのだ。ちょっと整理するのだ。核開発をめぐる対立って、なんか外交ドラマみたいで難しそうに聞こえるのだけど、わかりやすく例えるとこういうことなのだ。隣の家が地下に核シェルターを掘っている。注意しても止めない。警察、国連、及んでも動かない。だから自分で乗り込んだ。そういう話なのだ。ただ、その隣の家はガスの元栓を握っているのだ。ガスの元栓を握っている。って、まさにホルムズ海峡のことですよね。ところで先輩、中国がイランを守ろうとしているって報道もありますよね。それって先週のロシアの動きとも関係してるんじゃないですか？鋭い指摘なのだ。サウスチャイナ、モーニング、ポストの報道によると、中国の王厚外相はフランスの大統領外交顧問に対して、この戦争、不当な戦争、と呼び、即時停戦を訴えたのだ。注目すべきは、大厚氏が米国を除く国連安保理常任理事国、つまりフランス、ロシア、英国のすべてと対話しているという事実なのだ。米国を孤立させる外交作戦なのだ。ここで僕の見立てを言うのだ。中国がイランを守ろうとしている本質的な理由は、人道的懸念だけではないのだ。中国はイランから大量の石油を輸入している。イランが崩壊すれば中国のエネルギー安全保障も揺らぐのだ。さらに、米国の中東での軍事行動が正当化されると、次に台湾有事で中国が軍事行動を取った際に批判される根拠が強まるという計算もあるのだ。でも先輩、それって逆にメディアによって全然見え方が違いますよね。SCMP は中国視点で、不当な戦争、と伝えてるけど、エルパイスやら、ナシオンはイランのミサイル攻撃を強調している。同じ事実なのに、どうしてこんなに違うんでしょう？これは本当に重要な視点なのだ。中国メディアの SCMP は、エネルギー安定が脅かされているという視点を強調している。一方でスペイン語圏メディアのエルパイスやら、ナシオンは核拡散防止という文脈で報じているのだ。どちらも事実を伝えているが、切り取る文脈が全く違う。情報を読むときは、誰がなぜこの角度から報じているかを考えることが大事なのだ。では、ホルムズ海峡が本当に封鎖されたら何が起きるのかを数字で見ていくのだ。世界の石油取引の約 20%、1日平均1700万バレルがこの海峡を通過している。日本の場合は輸入原油の約 88% がここを経由しているのだ。仮に完全封鎖が続いた場合、日本の石油備蓄は約200日分とされているが、経済活動を維持しながら使えば実質半年も持たない。
という試算があるのだ。この数字が示すのは、日本が今まさにエネルギー安全保障の崖っぷちに立っているということなのだ。しかし、ここで驚くべき逆説がある。この危機が長年止まっていた日本の再生可能エネルギーへの転換をかえって加速させる可能性があるのだ。その構造とあなたの財布への具体的な影響をこの後詳しく解説するのだ。危機が逆に転換を加速させるってどういうことなんですか？正直、聞いてて怖くなってきたんですけど、そこだけは希望がありそうで気になります。ここまでの話を簡単に振り返るのだ。米国、イスラエルがイランのナタンズ核施設を攻撃し、イランが反撃、ホルムズ海峡の封鎖リスクが高まっている。そして日本は輸入原油の 88% をここに依存している。この状況を踏まえて、次は、じゃあ日本のエネルギーはどうなるのか、そしてあなたの生活費は具体的にいくら変わるのかを見ていくのだ。まず、財布への直接影響から話すのだ。今回の中東紛争を受けて、すでに世界的な原油価格上昇が始まっているのだ。フランス24の報道によると、南アフリカではすでにガソリン価格の値上げが決定しているのだ。日本でも同じことが起きる。仮に原油が1バレル10ドル上昇すると、ガソリンが1リットル約8円上がるのだ。月に50リットル入れる人なら、月400円、年間4800円の増加になるのだ。さらに電気代も上がるのだ。日本の電源構成において、LNG、つまり液化天然ガスの発電比率は約 36% を占めているのだ。LNG もホルムズ海峡経由で運ばれてくる。原油と同様に高騰すれば、平均的な家庭の電気代は月に500円から1500円上昇する可能性があるのだ。30代、子育て世帯なら食費、光熱費、ガソリン代の三重苦で、月に2000円から3000円のダメージになる計算なのだ。月2000、3000円って、年間だと3万6000円ですよね。それは結構きつい。でも先輩、そもそも日本ってなんでこんなに原油に依存し続けてるんですか？再エネに切り替えればいいじゃないかって思うんですけど、何か理由があるんですよね。鋭い問いなのだ。日本の再エネ比率は現在約 22% で、ドイツの 59% やデンマークの 80% 超に大きく遅れているのだ。なぜか？理由の第一は、地理的制約。日本は山岳地形が多く、広大な太陽光、風力発電の設置に向いた平地が少ないのだ。第二は、電力系統の問題。東西で周波数が違い、電力の融通が難しいのだ。これは実は明治時代の遺産で、東京はドイツ製 50Hz、大阪はアメリカ製 60Hz の発電機を導入したためなのだ。でもここに、今回の危機が逆説的な加速装置になる可能性があるのだ。歴史を振り返ると、1973年の第一次オイルショックの後、日本は省エネ技術で世界トップになったのだ。危機が技術革新の起爆剤になった。同じことが今また起きようとしているのだ。実際、今年に入って日本政府は洋上風力の開発目標を引き上げ、家庭用蓄電池への補助金を拡充しているのだ。危機が政策を動かしているのだ。ちょっと待ってください。私はむしろ逆の見方もできると思います。危機があると、今すぐの安定を求めて、再エネの長期投資が後回しになるんじゃないですか。実際、東日本大震災の後、日本は再エネに舵を切ると言いながら、結局石炭火力を増やしましたよね。今回も同じことが起きないとは限らないと思うんですが、先輩はどう思いますか？鋭い指摘なのだ。正直に言うと、その懸念は正しいのだ。東日本大震災後、日本は再エネに舵を切ると言いながら、石炭火力の比率をむしろ増やした安定供給という大義名分のもとに、今回も同じリスクはある。ただ、2026年の状況が2011年と違う点が一つあるのだ。太陽光パネルと蓄電池のコストが劇的に下がり、もはや石炭より再エネの方が安いという逆転が多くの地域で現実になっているのだ。冒頭でこう言ったのだ。ホルムズ海峡が封鎖されたら、日本は半年でガス欠けになる。と。でもこの恐怖の先に、実は出口がある。1973年のオイルショックで、日本は省エネ大国に生まれ変わったのだ。今回も本当にエネルギー危機が深刻化すれば、それは皮肉なことに、日本が再エネ先進国に転換する最後のチャンスになるかもしれないのだ。危機は終わりではなく、分岐点なのだ。では、今後のシナリオを整理するのだ。シナリオ A は、危機が長期化する場合、ホルムズ封鎖が続けば、1、3ヶ月以内にガソリン代は150円台から180円台に突入し、電気代は3、5割上昇する可能性があるのだ。シナリオ B は短期停戦の場合、
中国を中心とした外交圧力が功を奏して早期停戦が実現すれば、3ヶ月以内に原油価格は落ち着き、日本の生活者への影響は限定的になるのだ。1ヶ月後、3ヶ月後って本当にどっちに転ぶか全然わかりませんね。ずんだもん先輩は正直、どっちだと思いますか？個人的な見方で構いません。正直に言うのだ。僕の見立てでは、完全封鎖は長続きしないと思っているのだ。なぜなら、ホルムズ封鎖はイラン自身も経済的に追い詰める諸刃の剣だからなのだ。でも、封鎖寸前の状態が数ヶ月続く最悪シナリオは十分あり得る。その間、価格は高止まりするのだ。だから、今のうちに家庭でできることをやっておくべきなのだ。省エネ家電への切り替え、太陽光パネルの補助金情報の確認、電力会社の切り替えプランの比較、こういった今すぐできることが大事なのだ。最後にみんなに聞きたいのだ。この先、日本はエネルギー危機をきっかけに再エネ転換を加速させると思う？それともまた石炭や化石燃料に頼り続けると思う？加速すると思う人は加速、無理だと思う人は無理だけでいいからコメントで教えてほしいのだ。1ヶ月後に答え合わせするのだ。今日は中東の戦争とエネルギー危機、そして日本への影響を深掘りしたのだ。まとめると、ホルムズ海峡封鎖リスクは現実の脅威であり、日本のガソリン代、電気代に直撃する。でも同時に、この危機が再エネ転換の起爆剤になりうる、という逆説的な構造があるのだ。もしこの動画が役に立ったなら高評価とチャンネル登録をお願いしたいのだ。次回は、世界の再生可能エネルギー最前線と、日本が学べることを徹底解説する予定なのだ。次回もぜひ見てほしいのだ。